ご視聴していただきありがとうございます。ライセンスサービスです。令和7年3月24日からマイナンバーカードを運転免許証として使える新しい制度が始まりました。これは義務ではない新しい選択肢で、これによりライフスタイルに合わせた運転免許の持ち方が選べるようになりましたので、それぞれのメリットやデメリット、どの免許の持ち方が自分に合っているかを解説いたします。気になる方はぜひ最後までお付き合いしてくださいね。新しく運転免許証を取ろうとする方や、すでに運転免許証をお持ちの方が希望して手続きをすれば、マイナンバーカードに運転免許情報を記録して、運転免許証として使えるようになりました。これをマイナ免許証と言います。これにより、次の3通りの運転免許証の持ち方を選ぶことができるようになりました。1つ目は、希望する人の申請によるマイナ免許証だけを持つ方法。2つ目は、従来の免許証だけを持つ方法。3つ目は、マイナ免許証と従来の免許証の両方を持つ方法がありますので、それぞれの持ち方のメリットやデメリットを解説いたします。1つ目のマイナ免許証だけを持つ方法は、新しく運転免許を取ろうとする方や、すでに運転免許をお持ちの方が申請手続きをすることにより、運転免許情報をマイナンバーカードに記録したマイナ免許証だけを持つ方法で、従来の免許証は免許センターなどに返納します。この免許証だけを持つことのメリットの一つは、結婚や引っ越しなどで氏名や住所が変わった場合、ワンストップ化の利用開始手続きをすれば、市区町村の変更届出だけで免許情報も自動変更されるので、警察への届け出の必要がなくなり、手続きが楽になります。ワンストップ化とは、複数の窓口での手続きを1箇所だけで完結できる仕組みです。2つ目のメリットは、マイナポータルとの連携が必要ですが、免許更新の際の更新時講習をオンラインでできます。ただしその対象者は、講習区分が有料運転者講習と一般運転者講習の方に限定されたり、受講後に更新センターなどで視力検査などの更新手続きが必要なので、結局更新センターなどに行かなければなりませんが、対面で受講していた更新時講習を自宅などで好きな時間にオンラインで受講できたり、更新センターなどでの手続きをする時間を短縮できたりするメリットはあります。3つ目のメリットは、経由地更新を受ける場合でも、免許証に記載のある都道府県の免許センターで更新する場合と同じ更新期間や即日交付を受けることができます。経由地更新とは、通常免許の更新は、運転免許証に記載されている住所の都道府県にある免許センターなどで受けますが、その記載されている住所以外の都道府県の免許センターなどでも受けることができます。これを経由地更新と言います。例えば仕事の都合などで、一時的に免許証に記載されている住所から離れた地域に住んでいる場合、免許更新のためだけにその住所に変えるのは不便ですね。そのような場合に経由地更新を利用すれば、どこの都道府県でも更新することができます。ただしこの場合、更新できる期間が通常より短縮されたり、新しい免許証を免許に記載のある住所の免許センターなどで受けなければならないため、利便性は決して良くはありません。そこで、マイナ免許証を受けて経由地更新をすると、どこの都道府県の免許センターで受けても、通常の更新期間や即日交付を受けることができます。しかしこれも、対象者が有料運転者と一般運転者に限られたり、その他対象外となる条件もありますが、この制度を利用されている方にとっては、大きなメリットの一つになります。ちなみに、有料運転者の条件は、更新を受ける時の年齢が70歳未満で、免許を受けていた期間が5年以上ある方のうち、更新前の過去5年の間に違反のなかった方です。一般運転者の条件は、年齢と免許を受けていた期間は同じで、更新前の過去5年の間に3点以下の違反が1回だけあった方が一般運転者です。そして有料運転者は有料運転者講習を、一般運転者は一般運転者講習を受講します。4つ目のメリットは、従来の免許証と比べて更新手数料が安くなります。更新にかかる手数料は、従来の免許証だけの場合は2850円に対して、マイナ免許証だけの場合は2100円なので、750円安くなります。マイナ免許証は新しく物理的な免許証を作る手間がなく、IC チップの書き換えだけなので安く済むのでしょうね。
しかし両方の免許を持つ場合は2950円になり少し高くなります。さらに免許更新には講習区分に応じた講習手数料もかかります。対面講習で受ける場合、有料運転者は500円、一般運転者は800円かかりますが、オンライン講習で受けるとそれぞれ200円になるので、更新にかかる手数料の合計がマイナ免許のみの方でオンライン講習を受けると2300円になります。また両方の免許を持つ場合でも、オンライン講習を受けると手数料の合計が3150円となり、従来の免許証のみを持つ場合と比べて安くなります。このようにマイナ免許証だけを持つ方法は、生活の拠点を複数持つ方のライフスタイルや、転勤の多い方など、住民票のある場所から離れて生活をされている方や、引っ越しをする機会の多い方にとっては、利便性が良くて費用も安く済み、複数のカードを持ち歩いたり、管理する手間がなくなる免許の持ち方なので、メリットが生かされるかもしれませんね。しかしデメリットとして、マイナ免許証の免許情報は IC チップに記録されているだけで、カードには免許情報の記載がないため、免許情報を確認したいときや、確認を求められたときには、マイナ免許証読み取りアプリを使用するか、マイナポータルから確認しなくてはならないので、不便を感じることになったり、更新時期に気づかず、うっかり失効にならないように注意が必要です。また海外で運転する場合、マイナ免許証には免許情報の記載がないことから、この免許証だけで運転することは控えることが望ましいようです。そして、紛失した場合のリスクはご想像される通り、深刻かもしれません。カードには免許情報の記載はないし、暗証番号の設定もありますが、マイナンバーカードの情報は記載されているので、車内に置いておくことはもってのほか、携帯する場合の管理にも注意が必要です。もし紛失してしまった場合、再交付には警察でその旨の届け出を出し、住民登録をしている市区町村でマイナンバーカードの再発行を受けた後に、免許情報を警察などで記録しなければならないので、従来の免許証の再交付より手続きと時間がかかり、最短でも1週間程度は必要かもしれません。ただし、すぐに運転する必要のある場合には、従来の免許証の交付を受けて運転することができます。このように、マイナ免許証だけを持つ方法は、人によってはメリットを生かされる場合もあれば、メリットを生かす機会のない方や、デメリットばかりが気になる方もあるかもしれませんね。次に2つ目の免許証の持ち方は、従来の免許証だけを持つ方法です。この制度は義務ではなく選択肢なので、わざわざ煩わしいマイナ免許証の手続きをしなくても、従来の免許証をそのまま、これまで通り使うことができます。ここまでマイナ免許証について解説してきた通り、マイナ免許証にはいくつかのメリットがありますが、そもそもこのメリットの恩恵を受けることのない方や、これまで解説した通り、そのメリットを受けるためには、その手続きに時間と費用と労力もかかるので、それに見合うメリットのない方もあるかもしれませんね。例えば将来、住所変更などをする機会や、住所地以外の地域で免許更新をする機会のない方、またオンライン講習や更新料金についても、メリットとして捉えられない方にとっては、わざわざマイナ免許証にする魅力はないかもしれません。従来の免許証にはカード面に免許情報の記載があるので、更新時期の確認や、海外で運転することのある方にとっては、割と使い勝手の良い免許証の持ち方かもしれません。マイナ免許証の手続きはいつでも可能なので、とりあえず使い勝手など様子を見て、ご自分にとって本当に必要か、メリットがあるのかをよく考えてから選択することも一つの方法ですね。3つ目の免許の持ち方は、マイナ免許証と従来の免許証の両方を持つ方法です。警察庁の発表によると、制度開始から8日間でマイナ免許証の手続きをした人は、全国で約11万8000人、そのうち従来の免許証を返納してマイナ免許証のみにした人が約4万5000人、マイナ免許証と従来の免許証の両方を持つことを選んだ人が約7万3000人で、約6割の人が両方の免許証を持つことを選ばれていたようです。両方の免許を持つと、マイナ免許証だけを持つ場合のメリットが制限されたり、費用面が割高になったり、手続きなどの手間が増えたりするデメリットもありますが、それぞれの免許証のメリットを活用できたり、免許証の紛失リスクに備えるなど、
両方の免許を持つ安心感を選ばれている方が、制度開始直後には少し多かったようですね。そして運転するときは、いずれかの免許証を携帯すれば運転することができます。実は私も動画制作の目的もありましたが、興味本位で早速両方の免許を持つことを選んで手続きしてきました。おそらくこの先、住所が変わることや経由地更新を利用することもないし、更新料金も割高になるので、それほどのメリットはないかもしれませんが、両方の免許証を持つ安心感や利便性を選びました。また新しい情報があれば動画にしたいと思います。いかがでしたでしょうか？新しい免許証の持ち方、ご参考にしていただけたでしょうか？今の免許証で十分、マイナ免許証は必要ないかな？少し利便性の様子を見てから、と思われる方は、ここまでの内容をご参考としていただければ幸いです。もし少しでも、新しい免許証の持ち方にご興味をお持ちいただけたら、マイナカードを運転免許証としてご利用いただく手続きについて解説いたしますので、続けてご視聴してくださいね。マイナンバーカードを運転免許証としてご利用いただくための手続きの時期は、現在お持ちの運転免許証の更新時期に合わせて同時にしたり、更新時期でない場合でも、マイナ免許証の手続きだけすることもできます。もちろん新しく免許証を取得するときでも手続きできます。つまり、どのタイミングでも希望すれば手続きは可能ですが、新たに免許証を取得する場合にマイナ免許証を希望すると、その時期や地域によっては希望者が多く、免許証の交付まで長時間待たなければならない場合があるようなので、とりあえず従来の免許証の交付を受けた後に、改めて手続きされる方がいいかもしれませんね。マイナ免許証の手続きをする場所は、更新時期に合わせてする場合や、更新時期以外でする場合は、免許証に記載されている各都道府県の免許センターなどや、一部の警察署でできるようです。新たに免許証を取得される場合は、運転免許試験を受けた試験場などでできます。ただし手続きのできる場所は、免許更新を受ける時の運転者区分や、各都道府県によっても違うようなので、最寄りの警察署などで問い合わせてみてくださいね。私の場合、最寄りの警察署でできると思い、問い合わせてみると、できないということでしたので、免許センターに行きました。ここでは私が実際に手続きをした、明石運転免許更新センターでの方法や流れをご紹介します。手続きの内容は、免許更新を伴わない保有状況の変更のみで、従来の免許証をマイナ免許証と従来の免許証の両方を保有する変更手続きです。マイナ免許証の手続き申請には、各都道府県によって予約の必要なところもあれば不要なところもあるようですが、兵庫県では予約が必要です。予約の仕方は、兵庫県保有状況変更でウェブ検索、運転免許更新手続きなどのウェブ予約について、兵庫県警のページから、保有状況変更手続きウェブ予約サイトはこちらからへアクセスして予約します。この時に希望する保有状況、マイナ免許のみか、両方かを選び、予約する人の情報、手続きの場所と日時を選んで確定すると QR コードが表示されるので、これをスクリーンショットか印刷して予約完了です。手続き当日の持ち物は、運転免許証と有効なマイナンバーカードと手数料です。予約で取得した QR コードのスクショか印刷したものと、マイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワード、6から16桁も確認しておきましょう。それとマイナ免許証の暗証番号4桁の設定も必要ですので、考えておくことをお勧めします。もし更新時期に合わせて更新と同時にする場合は、更新はがきもお持ちくださいね。予約した時間帯に、更新センターの予約専用受付機で QR コードを提示して申請書を作成します。この時にマイナンバーカードの確認と、マイナ免許証用の暗証番号4桁を設定しますので、マイナカードのパスワード、6から16桁と、マイナ免許証用の暗証番号4桁の準備が必要です。この専用受付機は自分で操作しますが、担当者が隣で親切に教えていただけたので、私は初めて使うセルフレジより迷うことなく操作できました。次に専用受付機で作成した申請書を持って、2番の窓口で手数料1500円を支払います。免許更新を伴わない保有状況変更手続きのみの金額です。
次は3番の窓口で申請書の点検を受けます。次に5番の更新の登録の窓口で書類を提出して、10番で待つように案内を受けました。実は5番では、どのような手続きなのかわからない状態で、とにかく言われるがまま待っていると、数分で担当者から書類を渡され、2階のマイナ免許証の係への案内がありました。2階に上がってマイナ免許証の係で、マイナンバーカードに免許情報を入力して終わりです。ここでマイナ免許証だけの持ち方を選ばれた方は、従来の免許証を返納するようでしたが、私は両方の免許証を選んだので返納はありません。2階のマイナ免許証の係での免許情報の入力に時間がかかりましたが、受付から手続きが終わるまで、私の場合、手続きをされる方が少なかったこともあるのか、50分程度でした。最後の免許情報の入力に、担当者や機材が少なく一人一人の手続きに時間がかかるので、予約制になったのかもしれませんね。私は更新を伴わない手続きでしたが、更新時期と合わせて同時にマイナ免許証の手続きをする場合は、更新の手続きの視力検査などの適正検査や写真撮影、更新時講習もあります。初めて免許を受ける場合では、講習はありませんが、学科試験などもあります。手続きの流れは、更新を伴うか伴わないか、新規免許取得かによって違います。また各都道府県によっても運営の仕方が違うので、順番の違いや予約の要不要もありますが、おおむねこのような流れになります。出来上がったマイナ免許証には、カード面には免許情報の記載はなく、免許情報の確認は、スマホのアプリ、マイナ免許証か、マイナポータルから確認できます。マイナ免許証のアプリから免許情報を確認する方法は、アプリをタップします。読み取り開始をタップします。暗証番号を入力します。これは、マイナ免許証の手続きの最初に設定したマイナ免許証用の暗証番号4桁です。氏名などは、表示か非表示かを選べますが、表示する場合は、ここにチェックを入れます。そして、次へをタップします。マイナンバーカードの情報を入力します。生年月日、有効期限、セキュリティコードを入力します。読み取りを開始します。端末にマイナンバーカードをかざすと、読み取り結果はこのような感じ。免許証の表面と裏面があって、下の欄に免許情報が表示されています。写真は白黒ですね。従来の免許証と違って、免許情報の確認には一手間かかりますが、職場などで日常的に免許確認を受ける必要がなければ、普段の生活では支障のない方も多いかもしれませんね。マイナ免許証についての解説はこれで終わりです。お役に立てていただけたでしょうか。最後にマイナ免許証の手続きをお考えの方にご注意いただきたいことがございます。それは、現在のところ、マイナンバーカードの更新と同時に、自動的に免許情報の引き継ぎが行われる整備が進められている最中で、この運用が開始されるのが令和7年の秋頃を予定されているようです。そのため、まだ現在のところ、マイナンバーカードの更新と同時に免許情報の自動引き継ぎの運用が始まっていません。そのため、マイナンバーカードを更新すると、運転免許情報が引き継がれないため、更新後のマイナンバーカードは運転免許証としての機能がないので、運転することができません。マイナカードを更新すると、改めてもう一度、運転免許センターなどで免許情報の記録を行う必要があり、手数料もかかります。そのようなことから、マイナンバーカードの更新が近づいている方は、この運用が始まってからか、マイナンバーカードの更新を済ませてからマイナ免許証の手続きをされるか、両方持つことをお勧めします。私は5月にマイナ免許の更新をしてきましたが、新しい制度の運用が始まったばかりなのか、オンライン講習を受講していましたが、予想していたより時間がかかった印象です。マイナカードの更新時の免許情報の自動引き継ぎも含めて、今後の円滑な手続きができるように期待したいですね。これで解説は終了です。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもお役に立てていただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。